新旧ハイブリッドで燃費比較をやっていました。交通に左右されにくい夜間、同じ道を走りました。走行中は乗り味にも触れながら動画にしています。動画の前半は燃費の話題、後半はそれぞれの特徴で思う点をまとめました。フィットの燃費を見ていきます。今乗っているのは、3代目フィットです。現行型が4代目なので、これ1個前のモデルですね。で、今から走ってくるのはその他のフィットと同じ条件で同じコースです。簡単に言うと、エアコンはオフの暖房オンの状態で大人2人が乗車しています。で、この状態で走ってきて、また途中経過をお伝えする形になります。それでは行ってきます。途中経過です。現在のところ 10.6 キロ走って27キロが表示されています。交通状況を許すときにはだいたい60キロで走ってきました。で、このハイブリッドね、結構複雑で特殊な仕組みだと思うんですけれども、メーター読み時速60キロでもエンジン止まってくれたりなんかしてね、結構いい燃費だと思います。それでもトヨタのハイブリッドほどはスペシャルな燃費ではないのですけれども、条件いい時で27キロから30キロぐらいなので、すごい燃費スペシャルじゃないんですけれども、質感、快感、官能性能ですかね。そのあたりがすごいです。これね、1個前のフィットは現在の EV とは違って IDCD というシステムでしたね。ごめんなさい、7速 DCT プラスモータープラスエンジンというハイブリッドで、このねミッションとの組み合わせっていうのがね、変速機との組み合わせというのがね、素晴らしくて、しかもストロングハイブリッド、すごい気持ちいいです。何が気持ちいいというとね、普通にギアチェンジしたりしながらプオーンプオーンとねエンジンを効かせてくれますし、あとダイレクト感があってね、乗ってる感がすごい強いんですよね。このシステム旧ベゼルとか、フリードハイブリッド、それから、この前ねシャトルハイブリッドでも乗りましたけれども、その中でね車重軽くてボディの小さいこのフィットが一番ねダイレクト感がちょっとギクシャクするとか思い通りにならない時があるって意味なんですけれども、これがダイレクト感というのにつながってますね。でね、やっぱりこれすごいと思います。このままね伝説になってっちゃうんじゃないかなっていうのはね、他の動画でも自分述べていますけれども、本当ねそんな感じを受けます。ということでね、話してるうちに今ゆっくり走ってたら燃費28キロぐらいになってきました。こんな感じで、スタート地点まで戻ります。さあ一周走ってきてゴールです。で、燃費のほどはですね 24.1 キロ走って29キロが表示されています。これねちょっと気抜いたら下がっちゃいそうなね、結構限界っぽいような燃費だと思います。で、あれですね、ヤリスのオートとかにはねちょっと負けるかもしれませんけれども、いろいろ考えたらいい燃費だと思います。じゃあこれで一旦失礼します。さあ続きましては4代目フィットのハイブリッドです。この車ねハイブリッドのシステム全然変わりまして、で乗り味もね変わっています。でさっきのね3代目フィットハイブリッドと同じところを走ってきますので、燃費の違いと、あとまた中間報告でね少し車のことなんかを述べたいと思っています。それでは行ってきます。中間報告です。さあ現在のところ12キロ走ってきて燃費30キロが表示されています。さすがと言いますかね、3代目と同じか少し上回るような燃費ですね。で、今回からこのシステム新しくなっていて、今までねアコードとかで2リッター版があった2モーター式のね 1500cc 版とのことです。1個のモーターが駆動用で、もう1個のモーターが充電用で、エンジンが発電用メインの高速域でね直結駆動モードでね実際にエンジン駆動もあるタイプのハイブリッドです。
でストロングハイブリッドですからね、もちろんエンジン止まって走ってる時間も長いです。でこれ乗ってて思うんですけれども、3代目はねスポーツハイブリッドと言われているだけあってね、やっぱりこうミッションがあってすごい強い加速感も得られますし、それからねこうダイレクト感、細かいアクセル操作、ペダル操作に対してのねこうギクシャク感が楽しめたり、敏感さが楽しめたりとね、いろいろあったんですけれども、こっちのね EHEV はもっとコンフォートな感じですね。コンフォートって何でしょうかね、こうエンジンとかモーター、バッテリー、そういったねあたりの存在をもう忘れてても普通に走れるみたいなね感じです。シフトセレクターもね普通のガソリンモデルと変わらないストレート式のねコクっていうタイプが採用されてますしね、もう特別感のない感じです。で加速感なんですけれども、これねなんか3代目はスポーツっぽい加速感と比べるとじわーっと出ていくようなね、じわーっとした加速が始まって何秒後かな、3秒ぐらいアクセル踏んだところで力強さを増してきてグーンと出ていくような感じですかね。なので一瞬アクセル全開にして離すような感じでアクセル離しちゃうと、そういう乗り方しちゃうと全然ねこうハイブリッドの力強さとかね、そういったものは味わえないような感じです。ミッションないですから、ミッションがエンジンの力をトルクに振ったりスピードに振ったりといった機能もないんでね、もうそのまんまじわーグーンっていうのがね、どの速度域でもそういった風に加速していきます。これが何でしょうかね、電気自動車風ですとかハイブリッド風、もっと言うと EV 風っていうとね、踏んだ瞬間にグッとくるようなね、そういう力強さを多分皆様想像されると思いますし、結構メーカーもねそうしてこうアピールしてきたと思うんですね。ホンダ E なんてのはね、踏んだ瞬間からググッとね後輪駆動でリアを沈めてフロントを持ち上げらせてね、こう車体の挙動変化をこうね起こしながら加速していくような味でしたからね。でこの4代目はもう全然違います。じわーっと出ていってぐーっと伸びるような加速感です。じゃあこれでねゴールまで向かって集計します。現在の周は 23.9 キロ走って 28.8 キロの燃費が表示されています。後半はそれぞれで感じた特徴を挙げてみます。まずはフィット3から。フィット3のハイブリッドは速くて燃費良くてフィーリングも運転好きにピンポイントみたいなシステムでした。一癖あるところもまた乗りこなしたくなる楽しさがあります。やっぱりミッションっていう存在がねすごく重要で、運転の楽しさを感じやすいポイントなんだろうと思っています。パワートレーン以外の部分は2017年のビッグマイナー以降のモデルですと大きな不満は感じることのない乗り味だと思います。ちょっと申し訳ない表現ですが、乗り心地は良いってほどじゃないけど悪いってほどじゃないし、ハンドリングも乗りやすいってほどじゃないけど走りにくいってほどじゃないです。車内スペースの広さを考えたら、さらに燃費を考えたら文句言えないなと思っちゃいます。またボディデザイン含めたイメージでは3代目は当時のホンダらしいシャープさで RS というラインナップもしっくりでした。お部屋的道具的なキャラクターが強まった4代目は RS 出したら自らの存在を否定しちゃいそうな、そうした特徴が魅力的でございますので、全体的なイメージには結構な違いを感じます。フィット4ハイブリッドの特徴はコンフォート、重厚、開放感といったあたりがキーワードかと思います。プラットフォームは3代目と同一とのことですが、ハイブリッドシステムは大きく変わっています。今度は EHEV と呼ばれるシステムですね。IDCD と EHEV、 元気で感能性能も高い反面ギクシャクもしやすい IDCD、 逆に加速感はマイルドだけど滑らかにコンフォート性能高い EHEV、 特徴は逆方向です。このあたりはね好みの部分なんでしょうけれども、サスペンションの動き方や乗り心地とハンドリングのバランスは4代目の方がハイレベルかと思います。このあたり自分が選ぶんだったら3代目ハイブリッドの2019年式。ただ癖と感じる部分もあるので、特別な車好き以外の誰かにおすすめするんでしたら4代目ハイブリッドです。4代目は
別動画を上げていく予定です。続いては内装でいくつか気づいた点です。助手席シートのスライド量。シートが後ろまでスライドするかどうかという違いだと思うんですけれども、助手席は4台目の方が広く感じました。広さが売りのフィットですが、歴代助手席はね、ちょっと狭いと感じた時もあったので、多分進化したのだろうと思います。シフトセレクターのタイプ。電気式セレクターとストレート式の違いがあります。どっちも乗っていれば慣れちゃうんでしょうけれども、インターフェースは安易に変えないでほしいというのが自分の思いです。ハンドル。同じようにハンドル形状もそうです。2本スポークは一長一短あって魅力もあるんですが、フィット継続のユーザーにとっては変わらないことが嬉しいポイントじゃないかとも思います。ラゲッジスペース。トランクボードの形状が異なります。床の部分ですね。4台目は奥側に大きな段差が見られます。バッテリーの上に冷却用か何かのホースが追加されているので、その都合かなとも思います。3台目はちょっとね、手前が盛り上がっているような形ですね。では話戻って燃費の集計です。今回の結果はこのようになりました。3台目と4台目フィットの燃費差は完全にないって言えるほど誤差レベルでした。走ってきたのは燃費に優しいコースでございまして、このような道だという注釈の上で同じぐらいの燃費という感覚です。続いて普通に1日走っての燃費。こちらの燃費も傾向は一緒でした。3台目が25キロぐらい、4台目が24キロぐらい。加速感とか減速感、走行感覚は全然違って、スポーティー VS コンフォート、この乗り味の違いから4台目勝利を予想していたのですが、予想を大きく外す結果でした。ごめんなさい。やっぱりミッションというコンポーネントの効果ってすごすぎるのではないかと改めて思いました。あとは別動画でタイヤ空気圧を変えてみての燃費チェック、 IDCD の魅力、そのあたりアップする予定でございます。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。